こんにちは、MC パークです。今ちょっとね、ディーラーで後ろのね、ポットを直してもらってましたね。ポットの蓋っていうの、なんか扉がパカパカ開いちゃって閉まらなかったんで、それを直してもらってましたね。でね、今日はちょっとね、この R90 レーサーについてちょっと話してみようと思いますね。具体的に言うと R90 レーサーと、あと先代の R90 との比較についてちょっと話してみようと思います。 R90 いろいろ種類があって、買おうと思うんだけども、どれ選んだらいいか分かんないっていう人向けに、何かしらの参考になればいいなっていうふうに思います。じゃあ早速比較いきましょうか。でね、知らない人向けに言うと、僕ね、この R90 は2代目ですね。もともと東京にいた頃に R90 のレギュラーに乗ってて、で留学して今アメリカにいるんですけども、アメリカにちょっと持ってこれなかったんで、こっちで R90 のレーサーを買いましたね。2018年モデルです。スペック的な話をすると、そこはそんな変わらないと思います。エンジンが一緒なんでね、1169cc の110馬力かな。で、重さは 222kg。重さはね、もしかしたらちょっと違うかもしれないですね。で、目についてはすぐに分かるのが、違いとして分かるのはこのでっかいあれですよね、カウル。あとは、フロントのこのサスペンションが倒立か成立かっていう違いがありますね。レギュラーの方は倒立ですね。気にする人は気にするところだと思います。で、乗った感じの違いについて話すと、ここね、正直難しいんですけど、なぜなら前の僕の R90 のレギュラーっていろいろいじってたんですよ。で、特にセパハンにして、でバックステップにも変えてたんで、純正の時の乗った感じの雰囲気っていうか、なんつうんだろう、乗った感じがちょっとね、あんまり思い出せないんで、ちょっとそこは相対じゃなくてこいつの絶対評価のあるんですけど、すごい乗りやすいですよ、 R90 レーサー。セパハンでバックステップになってるっていうところは変わらないんですけど、メーカーがやってるんで、よく考えられてるんだと思いますね。その高さとか位置とかが乗ってね、全然疲れないですね。さすがに長距離乗るとそれ疲れてくるんですけど、街乗りをしてる分には、特にそんな気にするような疲れとか乗りにくさっていうのは感じないんで、そこはね非常に優秀ですね。一回もこのバイク全体像乗せたことがないんで、ちょっとね乗せてみようと思います。はい、これがね僕の R90 レーサーですね。カスタムしたところはね2箇所しかないですね。一つがこのミラー、リゾマのなんとかっていうやつです忘れました名前は。で、あと、リアフェンダーレス、その2つだけで、あとはもうほんと純正ですね。よっと、なんでさっき言ったようにスペック的にはそんなに変わらないですね。で、セパハンとバックステップになってはいるんですけども、別にそんな疲れはしないし、乗っててバイクとの一体感があるんで楽しいっちゃ楽しいですね。で、ただですよ、ここがね僕この動画で一番言いたいところなんですけど、正直先代の R90 よりは僕はねあんまりハマんなかったですね、正直なところね。それなんでかっていうとね、カスタムの幅ですね。ここで幅っていうのは別にパーツの多さとかじゃないです。パーツがどっちの方が多いかっていうのはちょっと調べてないんで分かんないんですけど、スタイルですね。スタイルの方向性の幅、前の R90 は、レギュラーの方ですね。レギュラーの方は、前なんかの動画でも言ったと思うんですけども、本当に真っ白なキャンバスなんですよ。極めてプレーンなバイクで、そこからどういじっていくのか自分次第みたいな感じで、パーツも豊富にあるんでいろんなスタイルを目指すことができました。で、僕はその中でカフェレーサーにしたんですけども、カフェレーサーのスタイルをやってみました。で、一方でこの R90 レーサーはカフェレーサーにしかなれないんですよね。大手術をしたらそれは違うんですけども、普通にパーツをつけたり、あとは外したりとかするようなカスタムの幅だとカフェレーサーの域を出ることはできないと思います。で、そこがね僕が感じた一番の大きな違いでしたね。よいしょ。で、さっきも言ったように前の先代の R90 もカフェレーサーでした。で、こいつも当然カフェレーサーじゃないですか。で、何が違うかっていうと、先代の R90 は僕が作ったカフェレーサーだったんですよ。で、それに対してこの R90 レーサーはメーカーが作ったカフェレーサーであること、人によってはあんま気にしないかもしれないですけど、僕にとっては結構大きなところでしたね。ハマらない理由の一つでした。かっこいいんですよ。かっこいいんですけど、あんまり惜しいところがないんですよね。これも前の動画でも、前っていうか昔撮った動画でも言ったんですけど、R90 のレギュラーってすごいかっこいいんですけど、いろいろね惜しいんですよ。惜しい部分がいっぱいあるんですよ。
こうしたらもっとかっこいいのになみたいなところがあるんですけど、こいつねこのままかっこいいんですよね。普通にあんまり惜しいところがねないっていうのがいいポイントでもあり、僕にとっては悪いポイントでもあったっていう感じですね。かっこいいですもんね、こうやって見ると。だからカスタムをいろいろしてって1台のバイクを作り上げていくっていうような、そういう遊び方ができるのはね、レギュラーの方がそういった意味では楽しめると思います。それが僕がこのバイクに半年乗って思ったレギュラーとの一番の大きな違いでしたね。ちょっとじゃあバイク乗りましょうか。よし。でこの動画見てくれてる方で R90 レーサーに乗ってる方もいらっしゃるんですよ。でそういった方向けに言うと、僕にはまらなかったからといって別にこのバイクの声裏返したバイクの価値が変わるわけでは全くないですからね。もともと僕自動車業界にいたんで、開発する側の事情みたいなのを、ある程度分かってるつもりなんですけども、基本的に万人受けするバイクや車を作ることは不可能ですからね。最初に開発の上流工程で、ターゲティングっていうのをするんですけども、それでこれこういう層を狙ったバイクです、車ですっていうような、設定をするわけですよ。で多分ね、僕はそのターゲットではないんだと思いますね、このバイクの。だからただそれだけのことですね、このバイクに僕がハマらないのは。このバイクが悪いわけじゃないです。よいしょ。でここまで見てもらった方ならもうある程度予想はつくと思うんですけども、このバイクはですね手放すことになりました。はい、今金曜日なんですけど、日曜日にバイヤーの方が来てこのバイクをお渡しします。で、近々ですね次の新しいバイクを買います。それをまた別の動画にするんで、よかったらぜひ見てもらえればと思います。はい、とりあえず今日はこのバイク R90 レーサーと先代 R90 比較してみて僕がどう思ったかっていう話でした。How you doing, man? Pretty good. Yeah. Yeah. It's my wife. Hey, how you doing? Hey. It's yours. Yeah. Sure. Yeah, thank you. Thank you so much. Thank you so much.はい、というわけで、R90 売却しました。なので近日中にですね、とりあえず次のバイクを、新しいバイクをね買おうと思います。はい、最後までご覧いただいてありがとうございました。動画の内容を気に入っていただけたらぜひチャンネル登録よろしくお願いします。じゃあ次の動画でまたお会いしましょう。次は新しいバイクかもしれないですね。はい、じゃあね。お待たせしました。MC バイクの新しいバイクのご紹介ですね。R90気持ちいい、走ってて本当に気持ちいい。チャンネル登録者数が1000人。やべやべサンフランシスコだ。シアトルだ。